はいどうも、料理に夢中場の高見仁でございます。ということでね、今回の台所革命のテーマの方はこちら。はい。なぜ食材はフライパンにくっつくのかというテーマでね、お送りしたいなと思います。フライパンをね、卵をね、フライパンで焼いたら、底が全部くっついちゃったとか、魚を焼いたら皮だけフライパンに残っちゃったよとか、料理してればね、一度、二度ぐらいはね、経験あるんじゃないですかね。で、じゃあ油をたくさん入れれば解決するんじゃないのとか、強火にすればいいんじゃないのとか、テフロンなら全部解決するじゃんとかね、今日はそういうくっつかない裏技っていう話ではないんですね。で、そもそもなぜ食材はフライパンにくっつくのか、実際にね、くっつきやすい卵と魚を焼いて起きている現象から考えていっていこうかなと思っております。それじゃあね、早速皆さんのグラフィックボードの方をインフィニティにします。じゃあいきますよ。せーの、ドーン。はい。では実演のところですね。今回はできるだけね、同じ条件で揃えてやっていきます。で、無加工のフライパン使っていきます。こちらですね。で、今回の実験では全部同じ油の量で、こちら 8g 油を統一して使っていきます。ではまずは予熱していないアルミパンで、油を入れて今から卵を入れていきます。卵を入れましたけども全くね音がしませんよね。はい、ではねちょっと動かしてみましょう。もう完全に張り付いちゃってますね。でね、なるべく丁寧にはやってはいるんですけども、これをですね無理に剥がそうとすると当然こうなってしまいますよね。実際にね焼き終えた後はもう大体こんな感じになってしまうってことですよね。でこのフライパンの方にもかなりのねこびりつきが残ってしまう。まだねこれは被害は少ない方かなっていうところではあります。次はね、同じアルミパンにしっかり予熱していきます。油も同じ 8g でいきます。でもう油を入れた瞬間から分かると思うんですけども、かなりねさーっと広がるっていうところがね目に見ても分かると思います。でね十分フライパン温まってますので、火をね少し弱めて、では卵入れます。入れた瞬間から反応が全然違いますよね。でね、軽くね形を整えて、でももうちょっとねこの時点でもねちょっと触っただけでも簡単にめくれるのが見えると思います。ではこの状態で少し待ってあげます。動きましたね。同じ卵、同じ油、同じフライパン。変えたのはフライパンの状態だけなんですよね。フライパンの状態を変えてあげるだけでこれだけのね差が出るっていうところをまず視覚的に見ていただけたらなと思います。ではねもう一つ試してみます。以前ね、こちらの動画でお見せしました、500円で買ったこのテフロンのねフライパンですね。でこちらに同じ量の油を入れて卵を入れていきます。でその時は予熱しないで焼いていきます。では5倍速でね失礼します。テフロンパンなので、金属製のヘラではなくてゴムベラ使わせていただいております。結果としてね、普通にこう滑りますよね。ということは
予熱しないと卵は必ずくっつくという話でもないっていうことなんですよ。まず知ってほしいのがフライパンの表面ですね。金属のフライパンは肉眼ではツルツルに見えますよね。でもミクロの世界では完全な平面ではないっていうことなんですよ。細かな凹凸があります。そこに、液体のね卵白が乗りますよね。でその卵白は液体なので固形の肉とか魚よりですね、金属表面へ広く付着しやすいっていうことです。そして、加熱が加わるとタンパク質が変性して凝固していく。さらにフライパンの温度ですよね。表面の水分、油膜、金属との相互関係、そういった条件が重なって付着のしやすさっていうのが変わってきます。なのでフライパンの凹凸に入り込んだから接着剤のように固まっただけで説明するほど単純な話ではないってことです。ただ液体の卵白が金属表面へ広く密着しやすいっていうことは確かな事実です。一方フッ素加工のフライパンはそもそもね食材が付着しにくいっていう表面になるように作られています。表面のエネルギーが低くてですね、タンパク質などが強く付着しにくい。だから今回、余熱ない状態でも卵が簡単に剥がれました。つまりフッ素加工ではフライパンそのものがくっつきにくい条件を作ってくれているというわけです。ですので家庭では非常に合理的なフライパンだったりします。では無加工のアルミパンはなぜ余熱によって結果が変わってしまったんでしょうか。十分に熱を持ったフライパンへ食材を置くと接触部分がタンパク質の変性とか水分のね蒸発が素早く進みますよね。さらに油膜が間に入ることで金属との直接的な接触を減らしているっていう作用もあります。その結果余熱不足の時に接触面の状態が変わってきます。だからとにかく熱々にすればいいっていう話でもないってことです。食材を置いた時に必要な反応を起こせる状態にしておく、これが余熱です。で油ですよね。油は単なる潤滑剤っていうわけではないです。金属表面の微細な部分にも入り込んでいって、食材と金属がね直接触れる面積を減らしていきます。さらに、食材とフライパンの間で熱を伝える媒体にもなりますよね。つまり重要なのは油を大量に入れることっていうことではなくて、必要な場所に適切な油膜を作るっていうことになってきます。そしてもう一つ覚えておいてほしいことがあります。料理人が食材を置いてすぐ触らない理由ですよね。置いた直後はまだ付着していることがあります。そこを無理に剥がせば当然壊れますよね。でも加熱が進むと表面の水分が減ってタンパク質が凝固して焼き面が形成されてフライパンとの接触状態が変わってきますよね。すると自然に動くようになる。だから30秒待つとかそういうものではなくて、見るのは時間ではなくて食材の状態です。ということで次は魚ですね。魚になると卵より少し話が複雑になってきます。で今回はマダイを4つの条件で焼いてみようかなと思います。こちらも油はね統一で 8g でいきます。ではねこちらアルミのフライパンで余熱なしで、お魚の方はこちらしっかり脱水済みのものになります。表面脱水はしっかりしたものになります。まずこれを焼いていきます。では倍速していきます。余分なね油はすべて取らせていただいております。ではね皮の方がだいぶ色ついてきましたね。では剥がしていきます。やはりくっついちゃってますよね。今丁寧にねやっております。こうやってね、しっかり張り付いた跡もついてますね。これでも被害はかなり少なかった方なんじゃないかなと思います。水分をねしっかり取っていても今回の条件では付着しました。つまり魚も水分さえ
表面の水分さえ取れば絶対にくっつかないというわけでもないってことなんですよね。ではこちらのマダイ A のね印をつけておきます。はい、次は B になります。こちらはですね、表面脱水が弱いものになってますね。表面脱水がほぼされてないような状態で、同じくアルミパン、余熱なしですね。で、こちらを今から焼いていきたいなと思います。では倍速入ります。余分なね油を取っていきます。でだいぶね皮目の方も色がついてきました。では剥がしていきます。ではちょっとね皮の状態もうダメですよね。もう見た感じもうこれダメかなみたいなくっつき方してると思います。これはねちょっと私も慣れてるのでちょっとねちょこちょことやってこう取ってはいくんですけども、普通にいったらこんなに多分綺麗には取れないんじゃないかなと思うぐらい、結構な張り付き方だったと思います。はい。それでもねやっぱり結果としては張り付いてしまったっていうところですよね。ではこちらのマダイを B のマダイとして取っておきます。では次 C ですね。B と同じようにですね、表面の水分が多いものになります。余熱はしてません。変えたのはフライパンだけです。もうやはりですね、フライパンの特性上くっつかないですよね。では倍速で焼いていきます。テフロンくっつかないですよね。ところがですねちょっと見てほしいところがあるんですよね。実はこの皮のところ結構ブヨブヨしてるんですよ。私も今ちょっと触ってね確認はしてます。はい。確かに張り付くことなくひっくり返すことができました。でも綺麗に焼けたから皮が焼き上げられたかということはまた全く別の話になってきます。では最後です。 D の魚を焼いていきます。魚の表面をしっかり水分を取りましてアルミパンを適切な温度にまで予熱してます。で油膜を作って魚を焼いていきます。魚のね身自体がクッとねこう反り上がってきますけども、それもね少し押さえるだけですぐにね収まります。ここがやはり大きな違いになってきますよね。ずっと押し続ける必要はないっていうことですよね。では倍速します。では余分なね油は取っていきます。さあ動かしてみましょうか。はい。もう簡単にね動きますよね。ではひっくり返します。もうこんな感じでね簡単に動かすことができるっていうことですね。ではねこちら D のシールを貼っておきます。4つ並べるとねかなり分かりやすいと思います。 A と B はフライパンに付着しました。で C と D は付着していません。ところが C と D は同じくっつかなかったマダイでも仕上がりが全然違います。 C は問題なくひっくり返すことできましたよね。でも皮はブヨブヨ。 D ももちろんこうスルスルっと動いて、でも皮はしっかりパリッとしている。つまりくっつかなかったことと上手に焼けているっていうことはイコールではないっていうことなんですよね。じゃあプロは全部アルミや鉄、ステンレスなんかで焼くのと思うかもしれませんよね。でもそんなことはありません。魚や料理によって、プロの厨房でもフッ素加工パンは使っています。大きな理由の一つが付着という失敗のリスクを減らすことっていうところですよね。特に魚の皮は非常に繊細です。剥がすときに壊すリスクを減らせれば料理人は火入れそのものに集中できるっていうことです。ただしなんですよね。今日の C を見ていただければ分かるようにフッ素加工からであれば何をしなくても最高に焼けるというわけではないんですよ。
水分を取る、温度を考える、均一に設置させる、こうした基本はフライパンは変わっても残っていくっていうところですよね。そして実際にはもう一つ条件ありますよね。フライパンそのものの厚みとか、どれだけ熱を蓄えられるか。例えば薄いフライパン、厚いフライパンありますよね。同じように余熱で焼いても、冷たい食材を置いた瞬間の温度の落ち方は同じではない。つまり重要なのは余熱したかどうかだけではないっていうことなんですよね。食材を置いた後も必要な熱を維持できるかということです。熱伝導や蓄熱性、放射や赤外線については、以前のね台所革命でかなり詳しくお話ししております。今回はくっつくがテーマなので、そこまではここはね深掘りはしません。ただフライパンの材質や厚みも結果に関わってくる。これはね覚えておいていただければなと思います。はい、ここまでねかなり細かくご説明させていただきました。でも実際にね家庭で実際にやるときはもう非常にシンプルです。せーのドンと、まず1番目、食材の表面の水分をしっかり取ってあげる。2番目にフライパンの温度を適切に予熱してあげる。3番目に適量の油膜を作る。で4番目に食材を均一に設置させてあげる。で5番目に置いてすぐに無理に剥がそうとしない。そして6番目に焼き面ができるまで待ってあげる。このね6つの項目です。ただ今日一番覚えてほしいものはこの6つの項目ではないっていうことなんですよ。同じ中火でもコンロが違えば温度違いますよね。同じ30秒でもフライパンが違えば絶対的に結果が変わりますよね。同じマダイでも厚さとか水分量が違えば必ず結果が変わってきます。そしてフライパンの表面の性質が違えば付着のしやすさそのものが変わってくる。これはもう動画で見ていただいて一目瞭然でしたよね。だから料理人はレシピでこのねレシピに書いてある秒数っていうものは基本的に見ません。音を見る、焼き色を見る、水分を見る、皮の状態を見る、そして食材が動くかどうかを見る。ここなんですよね。はい、今回ね卵では余熱によって結果が大きく変わりました。でもフッ素加工パンでは余熱なしでも簡単に剥がれましたよね。そして魚になってくると温度だけじゃなくってフライパンの表面、水分、油膜、設置、さらにフライパンの蓄熱性まで関係してくるっていうところが分かったと思います。つまりこれをやれば絶対にくっつかないという一つの答えだけで料理を見ることができないっていうことなんですよ。そして今回ね、もう一つ分かったことがあると思います。くっつかなければ料理が成功したっていうわけではないんですよね。大切なのは剥がれることではなく、どう焼き上がったかっていうことなんですよ。くっつかない方法を丸暗記する必要っていうのは正直なところ僕は必要ないと思ってます。なぜそうなるのかが分かれば、食材が変わってもフライパンが変わっても今どういう状態なのか考えられるようになるってことなんですよ。料理にはちゃんと理由があります。ということで今回はなぜねフライパンに食材がくっつくかということについてお話しさせていただきました。はい、いつもね、ハイプレの応援、チャンネル登録、高評価、そしてね、熱いメッセージ、いつもありがとうございます。最近はね、アンケートですよね。コミュニティ投稿の方のアンケートの方でも、皆さんね、いろいろご記入していただいて、非常にね、ありがとうございます。もちろんね、いろいろ要望とか、今回みたいなね、食材がなぜくっつくのかみたいなね、こういう本当に疑問のところなんかも投げかけていただいたりとかも全然 OK ですので、そういったところから、皆さんの疑問を、できるだけ、わかりやすく言語化して動画にしていきたいなと思っておりますので、ぜひぜひね、ためらわず、全然ね、気になさらずね、ご記入いただければなと思います。逆にそれが私にとって、非常に、動画作りのヒントになったりなんかもね、しますので、すごい難しい質問っていうことよりかは、本当になんてことない単純なことを聞いていただけると、非常に、なるほどね、なんて、私もね、深く考えるところもありますので、ぜひぜひ、コメントいただけたらなと思います。はい。それではね、引き続き、皆様からの熱いハイプ、そしてチャンネル登録、高評価、熱いメッセージお待ちしておりますので、ぜひぜひよろしくお願いいたします。それじゃあね、また次回の動画でお会いしましょう。またね。バイバイ。